皆様、本日はですね、先日僕たち中華街に行ったんですけれども、そこでね、豚肉と豆腐のオイスターソース煮込みっていうのを食べたんですけど、めっちゃ美味しかったんですよ。なんでこれを家でね作りたいなと思って、今回はこちらの豚こまと豆腐、こちらをメインにオイスターソース煮込み作っていきたいと思います。で、あっという間にできます。じゃあやっていきます。まずは野菜類からね先に調理していきたいと思うんだけど、しいたけ、これね、しいたけはね入れといてほしい。豚肉と豆腐がメインって言ったのにもうそれはマストなんだけど、食べてその中に入ってて美味しかったなと思ったのが特にまあでもしいたけはね、出汁が出るそうそうそう。からね。でまあしいたけ4つぐらいでいいかなを、まあ普通にも、これって何切り、千切りでもないね、それで、今回ねご飯にも合うように、結構ね食べた時はね薄味だったんだよね。なんでそれよりはもうちょっとご飯に合うかなぐらいのちょっと濃いめの味に仕上げたいと思います。はい、しいたけ4つ分、こちらベビーコーン、ヤングコーンですね。これもすげえ美味しかったですが、これがやっぱ食感のアクセントになってた。結局だから今回使う材料入れてほしい。だから最低限本当に入れてほしいのが豆腐と豚肉こまとしいたけ。そう、それで十分そのだしとうまみとかはね出ると思うんだけど、やっぱり食感のアクセントとしてこのヤングコーンを入れておいてほしいですね。でこれは縦半分にカットします。でまあそれには入ってないんだけど、俺ね改めて思ったのがね、中華料理って結構ね長芋、山芋っていうのかな、あれがね短冊切りでね炒め物とかの中によく入ってて、あ、そういう風に使うんだと思った。なんかやっぱすりおろすとかさ、そういうイメージが強いけどさ、具材としても美味しいんだな。まあ今回入れないけどね。何の話？それは入れるんかいってなるし、これは入れないんかいってなるし感動した話。はい、でお次はネギ。これはいつも通りちょっとねお鍋に入れる感じで斜めの薄切りにしたいと思います。ネギ。お次こちらの生姜なんだけど、これは皮付きでいいのでちょっとまあ汚れてるところだけ落として、でこちらもね皮付きのまま千切りにしちゃいます。ただまあ量は適度に入れすぎなくてもね、生姜はしっかり味がつくんで、好きな方はたくさん入れていいと思う。特にまあこれからの時期ね、寒くなってくると生姜入ってるとね体温まるんで、薄切り4枚分を千切りにする感じ。 OK。 でも基本的に野菜はこんな感じで、豆腐なんだけど、ほんとね豆腐はね食べた感じもこれもう後からパッと入れてパッと煮ただけなんだなっていう印象だったんですよ。それで美味しかったね。そうあっさりしててなんで豆腐はもう本当に最後の最後に入れるんだけど、切り方としては豆腐はもうこれくらいでシュッと、はい、こんな感じ。5等分に横にカットするぐらい、結構大きめの感じでね用意してください。一応今回2丁分やります。はい、で最後こちらの豚こま、今回 337g、まあ 300g ぐらいですね。でこれ食べたところも豚こまっぽい感じのお肉だったから、そんなちゃんとしたね豚バラとか用意しなくても大丈夫です。切り落としとかそういうので大丈夫で、ここにちょっと軽くお酒、普通にね調理酒でもいいし、今回はねこちらの紹興酒を使おうと思うんだけど、紹興酒を軽くほんの少し、はい、塩コショウ少々して、ちょっと軽く揉み込んでおきます。で軽く揉み込んだ方に片栗粉軽くつけます。まあ、豚肉にもつけるし、最後ねちょっととろみもつけるんで、最後水溶き片栗粉も使うんだけど、で豚肉に軽く片栗粉をまぶしておきます。で今回まあ細切り用意したんで、一応ねちょっとほぐしておいて、でまあ大きいのがあればねカットしてあげても全然適度な大きさにカットしてもいいし、まあ最悪手でちぎれるしね、ちょっとでかすぎるかなと思うのには軽くサイズ調整をして、でまあ適度に片栗粉がまぶされれば OK。 じゃあ下ごしらえの準備は終了なので火にかけていきたいと思います。じゃあまず豚肉炒めていくんだけど、今回僕は最初は米油にしようと思うんだけど、普通にサラダ油でもいいしごま油でもいいよ。まあオリーブオイルはちょっと違うかな。まあ癖のない油を
フライパンが軽く温まってきたらここに豚肉入れていきます。火はもう今回ね終始強火でいきます。全体的に軽く火が入ったらちょっとこのまま最後放置して軽く焦げ目をつけていって、その間にお野菜上からどんどんぶっ込んでいきます。まずヤングコーン、火の通りがね遅いやつからとしいたけで、まあね、しいたけ絶対入れてほしいって言ったんだけど、苦手な方は、まあ、別のキノコで舞茸とか入れても美味しいと思います。まあね、キノコの出汁がねすごい美味しいので、キノコ系は何かしら入れてあげると美味しく仕上がると思います。はい、でちょっと放置してたらいい感じにね豚肉にも焦げ目がついたんで、ちょっと軽く炒め合わして、はい、そしたらここに生姜、あともう長ネギも全部入れてます。ではここにお酒、普通の調理酒でもいいし紹興酒とかあれば紹興酒で大さじ1杯、でここにオイスターソースで、こちらをちょっとたっぷりめに大さじ3杯入れます。甘み、お砂糖とかの代わりに今回こちらに甜麺醤を小さじ1杯ほど入れます。これをちょっと少ない。これはねなくても大丈夫なんだけど、もしあれば XO 醤、こちら本当もうティースプーン1杯分ぐらい、小さじ1/2ぐらいかな、炒めていってるんですけども、煮込みっていうんでこれからあとお水足すんだけど、最初にねちょっとこういう味噌類、甜麺醤、XO醤とオイスターソースとかを入れて軽くね焦がしておくとね香ばしくて美味しくなるので、はい、そしたらここにお水 400cc、 鶏ガラスープ、今回こちらのガラスープ使うんだけど、こちら大さじ1杯、はい、ガラスープ大さじ1杯入れて軽く煮込むんですけど、でしっかりお湯が煮立ったら、汁が煮立ったらこちらにお豆腐入れていきます。でこの状態で 2,3 分煮込んだらもう基本的には完成です。早い。でお豆腐はね本当ねしっかり煮込まなくても中まで軽く火が入れば大丈夫なんで、血が崩れないように気をつけつつ、少々崩れてもいいんだけどね、ちょっとじゃあこの状態で2分ほどちょっと煮込んでいきます。では2分ほど煮込んだら最後火をちょっと一番弱火にして水溶き片栗粉で、もともと豚肉にも片栗粉をまぶしてるからそんななくても大丈夫かなって感じなんだけど、水溶き片栗粉入れたら最後また強火で一気に加熱して軽くとろみつけます。ドロドロに、麻婆豆腐ほどねドロドロにしなくても大丈夫、ちょっとほのかにとろみがつけばいいかなぐらいで、ゆるいあんぐらいで大丈夫ですね。で軽くとろみがついたら最後軽くちょっと味見して、ちょっと味を締めるために黒胡椒で、お好みでね最後ちょっと一回しごま油回してもいいんだけど、今回は結構ちょっとあっさり気味にもなるのでごま油僕たちはなしで、こちらで豚肉と豆腐のオイスターソース煮込み完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。もうご飯にボンしちゃって、オッケーオッケーオッケ今日の箸置き超可愛いんだよ。ー。かわいいよね。鶏と卵なんだ。そうちょっと揃えてみた親子で。待って、これは今回ちょっとこうちゃんから先にちょっと俺から
いいリアクションをね。ハードル上げるね。でももういくよ。いいよ。いただきます。まずは豆腐からいこうかな。優しいよ。豚肉で学校見たくなる味。あ、鳥肌。豆腐はね大きいし、何？大きいからさ、本当に優しいんだよ。まだ豆腐素材の味が全然わかるんだけど、やっぱ豚肉とか下味つけてるのはしっかり味がついてるから、マジご飯をほっさ味してる。じゃあいただきます。優しい。そうこれもう一緒。なんならもっと煮込む時間が短くてもいいぐらい、もう正直火が通ってるから、もう入れたらすぐ食べてもいいぐらいだよね。豆腐はね、あ、柔らかい。あともうやっぱ片栗粉まぶしてくれてるからめちゃくちゃ味がしっかりしてて超ご飯が進む。絡んでんだよね、タレと本当に。絶対みんな大好きこれ。味付けが抜群。完璧だわ。生姜もちゃんと効いてるしめっちゃうまい。ヤングコーン今食べた超うまない？いや、いいわ。すごい本当にお肉とかが柔らかかったり、豆腐が柔らかかったりするから本当に1個アクセントがあるだけで全然違うね。いやこれさ、このタレの部分をかけてるだけでも十分だね。もうだからちょっと多めにタレを作った方が最後足らないなって時にご飯だけでいけるね。なんかここまでするんだったらもう丼でもよかったのかなと思うぐらいうまい。生姜がうまい。生姜いいね。ちょっと囲んじゃっていいですか。マジで豆腐って味がついた方がめちゃくちゃいいんかなと思ったけど、全然こっちの方がいいかなって思っちゃうぐらい、今回の料理すごいやってるんだろうね。やっぱ豆腐の味もちゃんと分かるっていうのがいいよね。あっさりしてんだよね。マジでめちゃくちゃご飯進む。あっさりしてるんだけどご飯が超進む。生姜も入ってるし、あんで結構やっぱさ温度をずっと保ってくれるじゃん。で結構豆腐も優しい味してるから、これからの季節にマジでぴったりだと思う。ぴったり。ね、もう絶対ご飯に合わせてほしいのはあるんだけどさ、まああんが入ってるからあれだけどさ、まあ豆腐たっぷり入ってるからこれだけでも結構満足いくと思う。だから本当に低糖質で糖質を抑えたい方はね、抑えたい方はそのままでも十分食べ応えあると思う。ということで本日はですね、豚肉と豆腐のオイスターソース煮込みをこうちゃんに作っていただいたんですけども、味はねすごく優しいんですけど、でもしっかりしてるからご飯にもすごく合うし、お酒のおつまみにもねとってもいいかなというのと、今回豆腐を最後に入れてるんですけど、それが本当にいい。あっさりしてるんだよね。豆腐本来の味も味わえるし、すごくあっさり食べられるからいくらでも食べられる感じになってて、で豚肉ですね、これがねめちゃくちゃ柔らかいです。柔らかいね本当に。で周りに片栗粉ついてるんで味なじみもすごく良くてしっかりしてるんで、もう超おすすめです。でやっぱりねこれは加えなくてもいいっては言ってるんですけども、あればヤングコーン、このね食感があるのとないとでは全然違うね。やっぱり美味しい。本当に美味しいマジで美味しいです。で出汁はねすごく効いてて、しかも味付けはねいつも通りこうちゃんの味付けなんでめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ皆さん試してみてください。あと何よりも火にかけてからあっという間にできちゃうので、そうすぐでで一番最後にね、こうちゃんが 1,2 分煮込んでくれてるんだけど、そんなに煮込まなくてもちょっと入れて温まった程度でも全然美味しくいただけるので、ぜひそちらでも試してみてください。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。